こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの材料でこちらのバッグを編んでいきます。材料費550円とは思えないしっかりとした仕上がりになりますので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。ダイソーのマクラメヤーンを4玉、バッグの底板長方形を1つ。使用する道具はかぎ針6号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらになります。鎖1つで立ち上げ、1つの穴に細編みと鎖を編んでいきます。最初に底板のこの部分に針を入れ、糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げ、同じ穴に細編みを1回編みます。編み始めの糸は後で糸処理をするのでこのままにしておきます。鎖を1つ編みます。次の穴に針を入れて細編みを1回、鎖を1回、次の穴に細編みを1回、鎖を1回、角の穴のところだけ細編みを3回編みます。1回、鎖、2回、鎖、3回、鎖、角の4つの穴だけこのように細編み3回を編みます。ここから次の角の穴まで細編み、鎖、細編み、鎖の繰り返しになります。角の穴のところまで編めました。ここだけ細編み、鎖を3回繰り返します。ここから1つの穴に細編み、鎖を繰り返します。角の穴のところに来たら細編みと鎖を3回繰り返します。ここから次の角の穴まで1つの穴に細編み、鎖を繰り返して編んでいきます。
最後の角の穴のところまで編めました。ここも細編み、鎖を3回繰り返します。最後の鎖1つ編めたら、最初の細編みのところに針を入れて、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを104目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、最初の細編みのところが1つ目で、ここから104目細編みを編んでいきます。角のところは細編み1、2、3、4、5、6になります。この繰り返しで細編み104目を1段編んでいきます。1周細編みを編んできました。最後の鎖のところが細編み104目目になります。最初の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。3段目も鎖1つで立ち上げ、細編みを104目編んでいきます。この繰り返しで細編みを104目編んでいきます。1周細編みを編んできました。
104つ目の細編みが編めたら、最初の細編みのところに針を入れ、糸を引き抜きます。これで3段目が完成です。編み始めの糸を処理します。4段目の編み図がこちらです。1つ目のところで鎖3つで立ち上げます。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところに長編みを1回編みます。鎖を1回、1つ目を開けたところに長編みを1回、鎖1つ目を開けたところに長編み1回、この繰り返しで1段編んでいきます。1段編んできました。これが最後の長編みと鎖になります。最初に鎖3つで目を立ち上げたところのこの部分に針を入れて、これで4段目が完成です。5段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを104目編んでいきます。細編みを1周編んできました。1つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。
これで5段目が完成です。6段目も鎖3つで立ち上げ、鎖、長編み、鎖、長編みの繰り返しになります。1段編んできました。これが最後の長編み鎖になります。最初の3つ立ち上げたところに針を入れ、これで6段目が完成です。7段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを104目編みます。1段編んできました。1つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで7段目が完成です。この2段の繰り返しを好きな高さまで編んでいきます。動画では約18センチの高さまで編みました。長編みの段が全部で12段になりました。もう少し深さのあるバッグにしたい場合は、この2段を好きな高さまで編んでいってください。ここからバッグの縁部分を編んでいきます。縁の1段目は細編み104目編んでいきます。
細編みで一周編んできました。これで縁の1段目が完成です。持ち手を編むところに印をつけていきます。バッグを2つ折りにして端っこに来る編み目から15数えます。ハート2、4、5、16目のところに印をつけます。印をつけたところから20数えます。2、4、6、ハート2、4、6、ハート21目のところに印をつけます。ここから30目数えます。2、4、6、ハート2、4、6、ハート2、4、6、ハート31目のところに印をつけます。印をつけたところから20目数えます。2、4、6、ハート2、4、6、ハート21目のところに印をつけます。後ろに印をつけたところとだいたい同じところに来てたら大丈夫です。最後に印をつけたところから最初につけた印のところまで30目空いていれば大丈夫です。ここから縁の2段目を編んでいきます。2段目の編み始めのところから最初の印のところまで細編みを編んでいきます。最初の印のところまで編んできました。印をつけたところにも細編みを1回編みます。ここから鎖46目編みます。鎖を46目編みました。2つ目の印のところに細編みを1回編みます。これで1つ目の持ち手の部分が完成です。ここから次の印のところまで細編みを編んでいきます。
次の印がついているところまで細編みを編んできました。印がついている編み目にも細編みを1回編んで、ここから鎖46目編みます。鎖46目編めました。印がついているところに針を入れて細編みを1回編みます。ここから縁の2段目の編み始めのところまで細編みを編みます。縁の2段目の編み始めのところまで細編みが編めました。つけた印はここで外して大丈夫です。これで縁の2段目が完成です。縁の3段目の編み図がこちらになります。持ち手があるところまで細編みを編んでいきます。細編みを編んできました。持ち手がついている細編みの一つ前のところと鎖の一つ目の裏山から糸を引き抜いてこの状態から糸を一気に引き抜きます。ここから鎖の裏山を拾って細編み44目編んでいきます。細編みを44目編んできました。
最後一つの裏山のところに針を入れ、糸を引き抜きます。持ち手がついている隣の細編みに針を入れて糸を引き抜いて、この状態で糸を一気に引き抜きます。こんな感じで持ち手が編めます。ここから次の持ち手のところまで細編み28目編んでいきます。次の持ち手のところまで細編みを編んできました。ここも1つ目の持ち手と同じように編んでいきます。ここから細編み44目編んでいきます。細編みを44目編んできました。持ち手の最後のところも1個目の持ち手と同じように編みます。ここから3段目の編み始めのところまで細編みを編みます。縁の3段目が完成しました。ここから縁の4段目を編んでいきます。細編みで1周編んでいきます。持ち手のところも1目ずつ細編みを編んでいきます。
持ち手の終わりのところも同じように1目ずつ細編みを編んでいきます。2つ目の持ち手も同じように編んでいきます。細編みだけで4段目の編み始めのところまで編んでいきます。4段目を編み終えるとこんな感じに仕上がります。縁の5段目はもう1段細編みで1周編みます。これが最後です。頑張っていきましょう。糸を処理します。完成です。お疲れ様でした。お財布とスマホ、ペットボトルも入るくらいのサイズです。細い糸ですがしっかり仕上がるので伸びづらく、これから暖かくなる季節に大活躍しそうです。他の色の糸も販売されてますので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録